皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、相手の方の先手中飛車に対して私の方がね、持久戦策ですよね、穴熊に囲って戦いました。結構なんていうんですかね、穴熊に囲うと豪快にね攻めて硬さに任せてね攻めていきたいところだったんですけれども、相手の方の指し方がね非常に細かいところに工夫がありましてね、うまく穴熊に動かせないような駒組みされてたのでね、そういったあたりも大盤でね、解説しながらやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速大盤の方で、対局の方を振り返っていきたいと思います。本局ね、私は後手番でした。上ですね。なのでちょっと大津のね、画面とは逆になるんですけれども、そういったところもね、大津の方と対局の辺と比べてみてね、反対から見ると、なんかよくひふみあいなんて言いますけどね、反対が相手から見るとどういう感じに見えたのかなっていうところもね、ぜひぜひ比べてね、見ていただけるとなと思います。今回相手方先手で、5六歩。これはね、中飛車宣言のような手ですよね。いきなり5六歩ですからね。将棋の設定は7六歩と2六歩、どちらかが多いんですけど、5六歩はもう中飛車にしますよとね、宣言するような手。もちろん、相手のね、出方次第では向かい飛車って変化する可能性もあるんですけど、基本中飛車もやりますよって手ですね。で、8四歩と。ここでね、5八飛車って回ると、8五歩とついて、結構これ角の頭がね、何気ないところですけど、受けにくくなります。この8四歩に7六歩とね、こういう順番でつくと、これちょっとしたことなんですけれども、初手7六歩ってつきますと、これで8四歩5六歩だと同じ展開なんですが、7六歩にね3四歩って使うとちょっと中飛車が実はね、皆さんこれやりにくいんですよ。何がやりにくいかというとね、これちょっと定石講座なんですけど、こうつくとね、5六歩ですね、中飛車やりたいってやると角を交換して、これがね、形勢が悪いというわけじゃないですよ、皆さん。ね、角を交換して、同銀もあるんですけど、一応それでここに角打つ手があるんですね。こうね、空いた空間ね、中飛車やるよと宣言したところに、間に角打つ手がありまして、これね、実は佐藤康光九段ですね、将棋連盟の会長、佐藤康光九段なんか馬を作らしてね、力戦調にして戦ってね、もちろん、それで高勝率を残したりしてるんですが、これですね、中飛車にはならないんですね。すごく力戦系の将棋。後手としては例えば6八銀に2四角成ってなるとね、馬ができるような感じになって、ちょっと中飛車と違ったテイストの将棋になっていくんですよね。ですので、初手ね、5六歩っていうのはなんかいきなり初手から中飛車宣言でね、中飛車宣言の手で、なんかここまでね、いきなり最初7六歩で中飛車かどうか、隠しといてね、含みを残した方がいいんじゃないかと思われる方もいるかもしれませんが、実は初手5六歩っていうのはね、最新の一手なんですね。最新の一手。突かれちゃうと、5六歩って突きにくくなっちゃうんでね、先に5六歩と突くことで、3四歩なら5八飛車とね先回ろうってことですよね。これ飛車角先出てこないから角道大丈夫、角の頭大丈夫で、何か後手がやれば歩をつけば後からこうやればね、ここに角打たれないよってお分かりいただけますかね。ちょっとねこれ始まって3手ぐらいの話なんですけども、これは結構ね実はね、5六歩っていうのがなんか一見ねいきなり中飛車で挑発的な手に見えるかもしれませんが、ちゃんとね理由があるということです。で8四歩に対してこれで5八飛車といっちゃうと角の頭がね危なくなっちゃうんです。7六歩と突くと、ここで突けば角を交換して角打つ手がないよね、お分かりいただけますかね。で7六歩に対して私は6二銀と、後手の方としてはね、この手順ですと馬を作ることはできないので、一つね中飛車に対しての、方針を決めないところとしては、方針を決めないといけないところとしましては、この5五歩をね取らせて指すのか、5四歩とね位を取らせないで指すのかっていうのが分岐点ですね。ちょっとこれはね中級者の方以上のね方向けになると思うんですけども、居飛車党の方でね、相手が中飛車に対しては、5五歩と位を取らせて指す、本局そちらなんですけれども、指し方か5四歩とついて、ここの5筋をね取らせないで指す指し方かっていうのをね決めておくというのが、実は大事なところとなります。で5六に対して本局はね6二銀と、5五歩を譲る指し方ですね。5八飛車4二玉に、5五歩とね、5五歩をね取られちゃうんですけれども、その代わりね本譜に見られたように、じっくり囲うと、これに対して急戦もあるところなんですけれどもね。で3二玉で6八銀、相手の方は位を取ってね、位の確保を急いできました。王様の移動より早くね銀を使いましてね、3四歩に、5七銀とニョキニョキね銀が出ましてね、で5二金右に5六銀と、ここまで来るとね先手の方もね、王様が居玉なのが不安ですけれども、銀がね位をしっかり守ってますからね、ある程度安心した形になるかなと思います。で4四歩と、これをね許さんとやるなら8五歩とついて、7七角に
まあ、5四歩とねこういうめちゃめちゃ強気に戦う手もなくはないかもしれないですね。相手の王様が居玉なので、まあ、同歩ならば、まあ、こう8六歩同歩と取って、まあ、これ一連ですけどね7七角成同桂、まあ、これ一番、まあ、後手が、まあ、強気にやった場合の例ですけどね。まあこういう指し方もなくはないかもしれないですね。王様が居玉なんで、まあ、普通は部分的にこう6五桂と飛ばれるとねすごくまずいんですけど、8九飛車成が、まあ、王様と近いんでね、まあ、これも後手はあったかなと思いますよね。まあ、これちょっと強引な手です。まあ、あくまで一例として、まあ、あるところだったんではないかという、まあ、話ですね。はい。まあ、実戦は、まあ、私の方が4四歩とついてね持久戦ですね。ここを突くと、まあ、ゆっくりした将棋になります。で、4八これでまあ大体大まかなね、将棋の枠組み、まあ、戦型が決まったかなという感じですね。はい。で、8五歩と突きまして7七角3三角と深く囲いに行きました。で、9六歩とね、まあ、これちょっと面白いですね。8歩をついちょっと早めの8歩ですけど、で2二玉で、すみません7七そうですね4四がそうですね3八玉失礼しました3八玉と寄って1二香と。まあ、左にのはありますけどね、結構この形ですと穴熊に来る方が多いですね。はい。で、6五銀。まあ、この銀がね、ちょっと面白い手でしたね。もうすぐ出てね、潰しに行くって言っても、これ実は2枚いますんで、こうついていってもね、2枚守ってるとこなんで、潰せることはないんですけれども、この銀がちょっと本局注目の一手で、まあ、この5筋位取りのね中飛車やられる方はねちょっとこの銀この後ねまあ見ていただきたいんですけど、この銀置いとくだけでこの辺りの駒を動かさないようにさせようっていうちょっと面白い手でした。6五銀と出た手に対して私は1一玉とね引いて、まあ、仮にこれ5四歩ときてもね、まあ、仮に同歩同銀でまあ別に受けといてもね大したことがないんですけどね、まあ、ここに銀を置いたまま一回ね1一玉に対して2八玉とね上がりまして2二銀4六歩と。で、4三金に、5六八金と面白いですよね。金がこれ出てるんですけど攻めてくるわけじゃないです。これ銀を置いとくまま置いてまあ、とりあえず出といただけっていう感じですよね。はい。で、3二金、まあ、この金もねちょっと面白い手で、まあ、形は3一金なんですけども3二金と上がることで、まあ、本局が出てくるんですけど銀をねこう引く余地を固める余地を残したということです。で5七金と上がりまして5一銀、まあ、金が上がったことによって飛車の先のね攻めがなくなったので銀を引きましたね私はね。で、5一銀に対して3六歩4二銀3七桂とねなんか面白いですね。美濃囲いも組まずにという感じなんですけど、これ結構工夫したね、まあ、オープニングちょっと言ったんですけどこれ工夫した中飛車側が工夫した指し方になります。で9四歩とつきまして、3八銀で3一銀右とね、これがね松尾流穴熊と呼ばれる、まあ、この銀を引くためにね金をまあ3一ですとねこれも非常に硬い格好なんですけれどもね、これだと銀を引けないんですが3二に上がっておくことによって3一金と組むことができるよということですね。で2六そうなんですね。実はこの金をね寄りたいんですね。だから寄るの普通の手ですよね。これを寄らないのが面白いところでして、金を寄りますとこの歩をね作ってからなんですね。こうね、これ何がこう寄ったらつけてどういうことかなって思われると思うんですけど、これね、まあ、同銀と取れば飛車を6二飛車って回る手がなんです切り返しの一手でして、これ銀ね、まあ、こうやれればいいですけどこれねもう2歩で即負けですね。なのでこれよく見ると銀がこう威勢よく出てってるんですけど、まあ、下がるしかないですね銀を助けるとしたら。そうするとですね皆さんご覧ください。これね金が寄ってるのでここに飛車が成れるんですね。こうねどうなってこれあっという間に振り飛車居飛車の必勝形というかねこういう飛車が並べてうまくいき過ぎじゃないかと思われる方いるかもしれませんが、これ要はですねどういうことかというと居飛車側これ穴熊も完璧に囲えてるんですが課題はねこう金銀4枚で守っちゃって攻撃力にあるんですね。攻撃力が課題で大体こう金銀4枚の穴熊で攻撃力を補うにはこちら側のね特にこの桂馬を使っていきたいんですよ。こうね使っていきたい。ただですねこの銀が目の上の単行部なんですね。例えばこの銀がいなければこう歩をついて桂馬を飛んで、例えばですよイメージ的にはこう桂馬を飛んでこれはまあ完全な仮想図ですけどこういう感じになりそうなんですよね。王様穴熊硬いと穴熊硬いで桂馬が攻めていって飛車が出ていくとね、まあ、これはまあ銀がいなかった理想図なんですけどこういうイメージで指したいんですが、今中飛車側がここに銀がいるわけですね。これがね目の上の単行部なんですよ。どこの歩ついても取られちゃうわけですね。で
金を寄ってくるとすかさずつく手があるんですよ。今言ったように同銀と取れば飛車を回れると。でね、もちろん同銀で飛車はうまくいきすぎちゃう、銀引かれたらどうするんですかってね思われる方いるかもしれませんが、銀を引かせればこうついて桂馬が使えるんですね。本局もこういう感じ結果的になるんですけれども、こう桂馬を使えると。なのでこのね金が5七ってすごく変な格好なんですけど、この5七に金がいる形をね4七と寄らずにね、こう実戦ここです2六歩なんですけど、これは結構ね相手の方がね先が読めてるというか、この6四歩の手筋を知ってるってことですね。6四歩同銀6二飛車には、金を引いてね辛抱しておけば飛車が成れませんよとね、一歩得しましたよとね、そういうことですよね。もちろんこれ形がねあまり振り飛車側もいいわけじゃないんで、これでもうめちゃめちゃ大成功ってわけじゃないですけれども、居飛車側のね6四歩というのを警戒してね指してるっていうのがお分かりいただけると思いますね。はい。で、これが相手の方の工夫で、ぜひねこの5筋位取り中飛車をやる方はね、むしろこう逆にね5筋位取り中飛車して対応する方もね、金に寄った形ですとこうつく手があるっていうのをね覚えておくと、こう銀が出てこられる形で嫌なんですけれども、逆にこの銀を叩くテクニックがねあるっていうのもぜひね覚えていただければなと思います。実戦はですね2六歩から駒組みがさらに進みました。で8四飛車ちょっとね、これだから突くと同銀なんで、角が出られたらまた飛車を引いて、これちょっとね若干消極的ましたね。これ8六歩を狙って、じゃあ受けるかっていうと飛車を置くとあれれですね、これ千にして模様、後手番なんでね、千にして十分、もちろん将棋の大津の今回対局だったんで、角出て飛車引いて角引かれたらしょうがない違う手を指そうかなとは思ってましたが、先手番としてもねここで千にしてでは不満なので、8四飛車に対して相手の方はね、2七銀とね銀冠を組みに行きました。で6四歩と突きましてね、これ銀取りです。今度は当然飛車が利いていて、一見すると角出られてね銀取ると飛車取られちゃうし、飛車が逃げると歩取られて歩損しちゃうよと思われるかもしれませんが、この時に角が移動いちゃうとこうついてね、これは一歩の犠牲で飛車先が攻めれるんでね、うまいことになります。で相手の方はね、飛車まで浮いてねすぐこう突かれて引かされるのは悔しいけれども、飛車を置いてからついてくるんだったらということで5六銀とね引きました。この辺駆け引きがあるというのはねお分かりいただけるかなと思います。で7四歩に3八金と上がりまして、7三桂と飛んでね、でこの形を作りたいんですよね。穴熊堅いが桂馬を使わないと攻めにならないと、次に桂馬が飛べると両取りになるので、相手の方は6六歩とね突きました。これでね一局の将棋なんですけれどもね、ここでうまく見え上がって後手が不満なしということで、実戦は8六歩とね、攻めていきました。いろいろあるところですよね。一回端を突いておくような手もありますし、5四歩とここから行く手もありますよね。で同歩同銀とね取って、歩なら一回引いといてね、一歩持って戦う。例えばこの辺ついていけばね歩が行きそうだなっていう手指し方もあるところです。実戦は、8六歩と突きまして、同角とね、同歩もあるところだと思いますけどね、同歩ですともう7五歩とついて同歩に6五歩とついてねポンポンつきまして、同歩に5四歩と、これが一つ、居飛車側の、狙い筋ですね。理想だけやりますとね、同歩同金と上がって、5五歩には6五金と。こう出ていくということですね。で飛車はこう横に通ってますから桂とも狙われないとね、ここまでいけばね同銀なら同桂でいいですし、銀を取って、4九銀のような狙いもありますからね、ここまでいくと居飛車穴熊ペースですね。本局は同角とね角でね取ってきました。で同角に対して、すいません5四歩と突きまして、4七金と寄って、7五歩と突いたと。これ手筋ですね。このすぐ出ればなれるんですけど、突いておくことで、二重にね角でを防いで、同角なら飛車を成るし、同歩ですと角が使いにくくなるとね、角が使いにくくなるということですね。で7五歩に2五桂と、飛びまして2四角に5四歩と、そうですね、これはもう本当に本格的な中盤戦ですけど、作戦的には居飛車穴熊がね、成功した形の中盤戦でしょうね。王様堅いですからね。で後手の先手の方の形はね、こう端がねこう伸びてるとかなり端攻めが厳しいんですけど、こう端がね17なんで端桂馬を飛んでますけど端攻めの絡みがないんでね、ここら辺は居飛車のペースでしょう。で5四歩同金と取りまして5五銀と出てね、ここから非常にね激しい攻防になったんですが、
この後ね、終盤戦の模様はねまたちょっと、別のところで見たいと思うんで、とりあえずね、ここの序盤の指し方ね、序盤編ということで、この序盤中盤のところまで皆さんねここまで見ていただいて参考していただければなと思っております。はい、で進みましてね、これがもう終盤の最後の、ところですね。最後の寄せのところだけ皆さんにねちょっと解説したいと思います。いろいろありましてすごい先手豊富な落ち駒で後手も豊富な落ち駒で、ここはね途中かなりね振り飛車がうまくいってたところも優勢なところもあったと思うんですが、ここはね私が、勝勢になってね最後の寄せを迎えております。今6五竜とね竜が逃げたところなんですけれども、相手の様が裸なのでね、大駒の威力で寄せていきます。ここに対して、5五角と王手で打ちまして、で、4六歩と受けたんですが6七飛車とね、ある程度大駒をこう離してね王手していくのがコツで、例えばですね、近づけてもいいんですけど、これは近づけて打ってもね寄せはあるんですけど、近づけるとやっぱりこう弾かれるっていうことがね将棋にはあるので、この場合近づけて打ってもいいんですが、離して打つ方が寄せる時は安心ですね。基本的に大駒の長打力でね攻めていくということですね。で4七飛車に対して、4七桂と受けたんですが、3六歩とね、これで皆さんに見ていて感じてほしいのが、こう周りをね包むように寄せてるっていうのをお分かりいただけますかね。最初こういう状況から、上部にまず角を打って止めて、脇に飛車を打って横も止めて、今度上から押さえるということで、なんていうんですかね、周りをこうグッとね網を絞るようなイメージをねぜひ見ていただければなと思います。で3六歩に、同玉と、取ったんですが3五金とね、こう金を上から打ってね押さえる形というのは、将棋の寄せでね間違いのない、形になります。で同桂と、王様ね、逃げてもねこう逃げれば桂取れますし、王様逃げてもこうね金か角かでどんどんね押しつぶせるということで、で3五金に対して、同桂とね、一瞬ハッとしますけどね、打った金取られちゃったよって感じですけども、これは当然織り込み済みでしてね、この時に2七角と打つ手が、これが決め手ですね。横に逃げられちゃうとねいっぺんにおかしなことになっちゃうんですけど、ここに角を打つことで4五には逃げれない。で、実戦は2五玉と、逃げたんですけど2四歩と、ついたところでね相手の方の投了となりました。以下はね、1五に収めしかね、ここしか行く場所ないですね。ここしか行く場所ないで、1五玉に1四歩と、これいわゆる突き歩詰めという形で、歩をついて詰ます形は反則になりません。気をつけなきゃいけないのが打ち歩詰めですね。歩を打って詰ますものは反則になっちゃうんですけど、今回は1四歩というね珍しいですね、突き歩詰めで決着という形で、最後はね、2四歩のところで投了となったんですが、以下ね3手詰めということで分かりやすいところまで指しての投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。特に、序盤から中盤ですよね。この戦型5筋位の中飛車は、プロは問わず、プロの公式戦でもね多く指されてますし、アマチュアの方もねよくね多分対戦することがあるんじゃないかなと思うんですよね。そういった時に、どういった形で対策、もちろんご機嫌中飛車側の考え方と、穴熊側の考え方というのをね、大盤で解説させていただきました。終盤はね、寄せ方ですよね。王様を包み込むような寄せ方というところを見ていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。